はい、皆さんおはようございます。いやー、とてつもなくね、暑いです。今日は最高気温35度ということで、鉄くずをね、持ってってもらいました。ようやくね。私のユンボもね、ハサミがついたので、もう重機だけでね、全部詰めました。あと、向こうのね、家屋解体したところの、鉄板、あちらの方もね、全部持っていきました。いやー、3時間ぐらいかかったかな。今ね、ちょうど、昼前ですんで、ちょっと作業の方をね、していきたいと思います。今ここはね、若干ユンボで鳴らしました。まだ汚いですけどね。いいんです。ここはね、後々全部設置かけますんで。で、次の鉄くず置き場をね、ちょっと今考えてました。ここに作ってもいいんですが、ちょっと駐車場をね、拡張したいっていうのもあるので、おそらく移動するかなと思います。で、ご覧の通りね、この、つる、キウイのつるが、また木にかかりました。早く切んないとまた大変なことになりそうです。成長がね、早いですね。もうバッツバツにね、春に切ったのに、もうこれですよ。木までもう登ってます。木の枝に絡みついてます。いやー、これはね、やばいね。ちょっとね、早急に上の方だけでもね、一回切って木にね、巻きつかないようにちょっとしておきたいと思います。で、タイヤね、これもね、せっかく集めたんだけどもね、なんとこれね、スパイクタイヤダメでしたね、引き取りだったので、前もね、言われてた気がするんですけどね。で、スパイクのピン抜いてあるやつもあるんですが、ピン抜きね、こんな感じでピン抜いてあるやつもあるんですけども、やっぱね、ダメみたいです。中にね、残っちゃうらしいんですよね、芯が。なので、スパイクはね、もうタイヤ処分場の方にね、処分するしかないかなと思います。で、今後の計画なんですけれども、ひとまずね、この駐車場、ここのね、前回作った駐車場を拡張します。奥行き10メーターぐらい取りたいので、そこの今ちょうどタイヤがあるところぐらいまでかなに拡張します。ちょっと駐車場がね、これですと大きい車とダンプとかトラックとかね、ちょっと入れないわけじゃないんだけど、ちょっと狭いんでね、ちょっと広くしたいと思います。で、駐車場はね、奥行き10メーターぐらいを目安に取りたいと思いますんで、ここをね、今この瓦礫の山になってますけども、駐車場にします。で、なんでここに瓦礫の山があるかっていうと、私時間が空いた時にユンボを使ってここのゴミの山をね、2度目のふるいをかけております。土をね、出すために2度目のふるいをかけるとこんな感じになります。ある程度ちょっとゴミも混ざってますけども、瓦礫だけっていう感じにね、ほぼ 90% 近く、瓦礫だけという風にできます。で、土はね、残土として残りますんで、こういった感じでね、残土保管したりしてるんですけれども、このね、2度目のふるいをかけながらですね、ここ、駐車場にするところをね、1回穴を掘って、溝を作りたいと思います。大きな溝ね。で、そこにね、暗渠としてこの瓦礫のちっちゃいものだけをね、入れていくといった感じでやりたいと思います。やっぱりね、これ処分するっていうとかなり相当大変ですし、金額もかかってきますんでね、市の方から許可もらってますんで、小さくできるんであればということでね、こんな感じの瓦礫とかね、さすがにこういったゴロッとしたのはね、ちょっと割ったりしないとあんまりちょっとまずいと思うんですけどもね、こんなブロックそのままっていうのはね、ちょっとダメだと思うんですが、小さいやつはね大丈夫っていうことで、製品ぐらいの大きさにしてくれれば大丈夫ですよということでね、こういった石とか売ってますんでね、ガーデニング用で、それぐらいの製品クラスにすれば、埋めてもいいです、大丈夫ですということでしたので、不法投棄に当たらないということでね、この大きいやつそのまま埋めたらさすがに多分ちょっと不法投棄になりますけども、大きいのはね、残しといて、最後に処分するか、砕いて使ってもいいんですがね、そこまでする体力もちょっと結構厳しいんでね、小さいやつだけをねバンバン入れていって、穴をね埋めるというような感じで暗渠を作りたいと思います。で、今回はね、やっぱりその暗渠をして、その上に土を一回ね軽くかけて砕石を敷いたんです、前回はね。今回は土はかぶせないで、もうその瓦礫をね、駐車場のレベルより若干下ぐらいまでもう溜めちゃって、その上に砕石をそのままね敷こうかなと思います。多分その方がね抜群に
浸透性は良くなると思いますんで、ちょっとそんな感じで検討しております。で、問題になってくるのがその残土の処分ですね。残土出てきますね。ここを掘り返しますと。で、ゴミを振りにかけて、残土を出すわけなんですけれども、その残土の処分、これはね、後々、使ってもいいんですが、一度ふるいにかけてますんで、大きなゴミは入ってません。なので、ただね、再利用してもいいんですけれども、やっぱりね、土地のレベルが今高いので、徐々に下げていく方向になります。この左側の土地もね、全部レベルが高い。あとここ花壇みたく作られてね、全部土が盛られておりますんで、全体的に土はね、おそらく処分する方向になるかなと思います。低いところにね、やってってもいいんですけれども、それでも絶対余りますんで、残土置き場をね、ちょっと作っていこうと思います。駐車場を作る前にね、残土置き場を作ります。で、どこに作るかと言いますと、前回あそこにもね貯めてたんですが、今ユンボがあるこの土地の端っこ、ここにね一回貯めてました。今ちょっと慣らしてますけどね、ここ一番土地の端なので、私の土地はねもっと崖の下の方までありますので、一旦ここにねちょっと貯めてます。今ちょっと広げてますけどね、貯めてます。で、ここにねなんと前の地主さんが残してた残土が結構あります。山になってます。すげえな分。で、この土はね、ゴミが入ってない土ですんで、そのまま広げてもいいかなと思うんですけれども、今デコボコしてて、あとねもう草が生えてね、どこがどこでなんだか分かんなくなってますんで、ここをちょっとね今日きれいに整地の方をして残土置き場ということで作ろうかなと思います。その奥にね瓦礫の山もありますんで、ちょっとそこもね、表の瓦礫置き場の方にね、運ぶなりして、これね、これ瓦礫のコンクリートくずのね山ですね、解体したやつ。なのでね、ここら辺もきれいにして、ここ一帯をね一回残土置き場として作りたいかなと思います。で、向こうの駐車場とかね、あとゴミのふるいが終わった土の山がありますんで、そういったものをね一体ここに堆肥して、中の方をねもうとにかくゴミ、あと土少しでもね、少なくするような感じで、ちょっと頑張っていきたいと思います。ゴミの処分早くしろっていうコメントもあるんですけれども、ちょっとそれはね後々考えますんで、ちょっとお待ちいただければと思います。今ねゴミの処分しろってなってもね全部仕分けして出さないといけないので、その作業が終わらないと、ダンプを借りてきてもね作業効率が悪いということで、もう瓦礫だけ、あと鉄くずだけ、あと燃えるゴミだけとかね、そういった感じ。あと土は土で掘って、全部残土としてこっちに持ってくると。で、今ね表の駐車場側ゴミのふるいをね2度目かけてますけども、やはり全部をねもう1回2度目かけないと厳しいかなっていうのはあります。土がねやっぱり半分くらいは混ざってますんで、ゴミの量を減らすためにもう1回ふるいにかけてねきれいにした土を、残土としてこっちに、持ってこないとなかなかね山の高さが減りません。なのでね、2度目のふるいをかけつつ、仕分けをしつつ、だんだんとこう分けていって、最後にねもうこれで捨てれるぞっていう時にねダンプを借りてきて、一気に瓦礫だけとかね燃えるゴミだけとかね、そういった感じで処分しようかなと思ってますんで、今のところねまだちょっと処分予定はございません。今年中にね処分できるかも全く分かりません。なので、できるところから、ゴミを減らしていこうかなと思います。じゃあ早速ね、ちょっと話長くなりましたけども、まずユンボを使ってここの部分ね、ある程度平らにね、あと雑草とか生えてます。雑草はねそのまま、もう掘り返します。もう草刈りとかはねもちろんしませんので、ユンボで掘り返して、ちょっと平らにしていくっていう作業をね、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。
はい、今ね、こんな感じで、雑草の方をね、全部ユンボで抜きまして、土だけにしました。やっぱりね、ちょっと思ってた通りカメラがね、途中で止まってしまいます。ここにね、置いてたんですが、もう直射日光とね、もう気温が高すぎて、今カメラね、私手で持ってますけど、ほんと持てないぐらいの暑さになってます。なので、ちょっと日陰からね、撮ります。で、ちょっと見にくいかもしれないんですが、ちょっとカメラ止まるよりはね、まあ、マシかなと思いますんで、ちょっと今冷やしてね、あと、ちょっと、整地の方やっていきたいと思います。で、最初に、まずこの瓦礫ね、この瓦礫を取り除きます。じゃないと整地ができないので、ここにね、前の所有者が残してたこの瓦礫の山がありますんで、運搬車を使ってね、瓦礫置き場の方に全部運びます。で、私が今掘り返したここの土はね、意外といい土なんですね。どっから持ってきたかわかんないけども、前のね、造園屋さんが多分余った残土をね、ここに山に捨てたと思いますんで、私が掘り返して、ゴミをふるいにかけた土よりは間違いなくいい土なので、これをちょっとね、山にしとこうかなと思います。で、最後盛り土するときにもね、この土が使えますんで、一回ちょっとこの瓦礫を避けて、そこにちょっと山にね、したいと思います。で、ここら辺は比較的もう平らにして、余ったふるいの終わったね、綺麗な残土をここに全部もう積み重ねていくというような感じでね、やっていきたいと思います。じゃあちょっとね、カメラも休ましつつ、ちょっとやっていきたいと思います。はい、じゃあね、今4回目かな、運搬車4台分ですね。あと1台、2台分ぐらいあります。ちょっとね、カメラも含めて暑いのでね、ちょっと休憩します。はい、それじゃあね、今、最後の1回分ね、全部積み終わりました。ほぼね、なくなりましたね。あと、ちょっと昼休み入りまして、午後からもうちょっと奥の方までね、ちょっと草の方を取って、整地してね、ちょっと平らの方にしていきたいと思います。はい、じゃあ休憩の方終わりましたんで、午後の部入っていきたいと思います。で、皆さんね、お気づきかと思いますが、この木、これ邪魔ですね。これはね、もう枯れて腐ってます。こんな感じでね。で、早々にね、倒さないといけないのは分かってたんですが、なかなかね、機会がなくて倒すっていうのがあったんですが、今日倒します。で、ここにね、去年センサーライト、夜作業できるようにね、ちょっとしたセンサーライトとかつけてたんですが、今それを取り外しましたので、あとチェーンソーも今ね、準備できましたんで、早速ね、これを倒していこうと思います。で、倒す場所はね、あっちの崖の方にさえ行かなければ大丈夫です。で、まっすぐ生えてますんでね、そのままこっちに倒して、あと、ちょっと、短く切ってね、切ろうかな。切るしかないかな。すごいんですよ。これ、つるがね、上まで全部巻いて草が生えてますね。なので、切るしかないかな。ひとまずちょっと手前のね、この石とか、コンクリートのブロックとかね、邪魔なのを避けて、ちょっと切れるね、準備の方していきたいと思います。はい、そしたらね、倒しますよ、これ。前の地主さんかな、ロープかけてたらしいんですけどね、ユンボあるので、ユンボで上の方をね、ちょっと支えながら、下を徐々に切ってね、
倒していこうと思います。なんかもうグラグラしてるんでね、ユンボだけでも倒れそうな気もしますが、一応念のためにチェーンソーで切ってね、あとユンボで、グッと押してね、こっち側の方に倒したいと思います。ちょっと頑張ってやっていきます。ようやく倒れました。ちょうどよかった。こっち側に倒れてくれてね。いやー、もう中身がね、腐っててね、歯はね、入っていくんですけども、いやー、結構ね、腐ってました。こんなですよ。ほら。わかります？この、アリの卵を産んでね、アリが中に住み着いてます。すごい。ちょっとね今ので結構体力消耗したので、これはひとまずね、木はちょっとそっちの方に追いやって後で切ろうかなと思います。どうしようかね。これ使うっつってももう腐ってるからね、本当にちっちゃく切って薪にするぐらいしかないですね。はい、ちょっと疲れたんでね、ちょっと休憩して、あとバッコンですね。これから、ユンボバッコンの方していきます。
はい、今ねちょうど1時間やりました。いやー抜けないですね。ここまで苦戦したのはねちょっと初めてかも。今までねこれより太いやつもいろいろ抜根したりね、近所の方のところね大きな普通に生きてる木をね生木抜根したりしたんですけどね、ここまで深いのはちょっと初めてかもしれない。ここね前の地主さんが盛り土してるんですよね。なのでこう高くなってるんですよ。もともとの根っこがね多分もっと下だったもんですね。なのでこんなに掘り返しても今何メートル、2メーター以上は余裕で掘ってますけどね、根っこがねもうちょっと下の方まで食い込んでます。なのでそこがねなかなか抜けないです。まあでもね今日中にはちょっと抜こうかなと思いますんで、ちょっと休憩してね、もう一回頑張っていきます。はい、今ね測ったらねだいたい2300ぐらいでしたね。2メーター30センチぐらいの深さまで掘りました。私はねこの3トンユンボギリギリの深さですね、これですと。で私のはねアームが30センチロングタイプになってますんで、まあそこそこ深く掘れるんですけども、通常のだとねちょっと厳しかったかな。まあスロープつけたりすればねもうちょっと下まで入れるんですが、ちょっと危険なので、まあそれでもね抜けました、ようやく。いやーよかった。ただねなぜかねアスファルトの柄とかコンクリの柄とかなんかタイヤとか出てきてますけどね、まあ今までの隣のね解体屋さんの方の土地よりはゴミは少ないんですが、まあそれにしてもねプラスチックゴミね、この鉢とかに使ってたのかな、ほらこういうのがね多いんですよ。さあまあ造園屋さんだったから分かるんですけど、これさプラスチックなんだから燃えるゴミに出せると思うんだけどね。燃えるゴミね 2,3 袋作ってね燃えるゴミの日に捨てればいいのにね、なんで埋めるんだろうね、意味が分かんない。でこれはね次来るまでこのままにしておきます。まあ、通常はね穴を埋めないといけないと思うんですね。水が入ったりするとあれなんで。ただね次来るまではもう雨が降る予定ありません。ずっと晴れマーク、まあ多少降ってもね別にそんなにはたまんないと思うんですが、っていうのもねすぐ埋めたいところなんですが、ちょっとね今週末不動産屋さんとねちょっと隣の地主さんだった方がね、ちょっと見に行きます。まあちょっとね私もこのゴミの量ですとね、処分量いろいろ含めるとねもう多分無理です、これ以上開拓するのは。なのでちょっとね、見てもらってそこから相談しようかなと思ってます。はい、なのでねちょっと現状を見てもらうためにも、ちょっとこのままね、今抜根して掘り返したままこのままにしたいと思います。次回はねあとここを埋め戻して、復旧作業、あとここを整地してね、ある程度平らにして、まあ、残土置き場ということでね、結構広いんですよ。ここ一番奥なんですけどね、結構広いです。なのでまあ、出てきた残土をねもう山にして山にして山にしてね、まあ、そんな感じの置き場、一番端っこね目につかないところで、やっていきたいと思います。じゃあ今日はね、頑張って、まあ柄の撤去とね、あと木の伐採抜根ということでねやってみました。また次回以降もね、なんか進捗がありましたらお伝えいたしますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。